さて、ソウルライクとハクスラの融合作で有名なチーム忍者の原点ともなる忍者流剣伝がこの令和に復活とのことで、今回は忍者ガイデンレイジバウンドの紹介を行います。まず忍者ガイデンはあまり聞き覚えがない方もいるかと思います。私もその口でタイトルは見たことがある程度です。一方、忍者流剣伝は知ってる方は多いのではないでしょうか。日本人なら特にです。35年くらい前のファミコンのタイトルです。3作ほど出ていて、やたらジャンプでくるくる回る印象が強い 2D のアクションゲームでした。私は友達の家でちょくちょく遊んでいた記憶があります。ではここで忍者ガイデンはどう関係するのかですが、ズバリ忍者流剣伝の海外タイトルが忍者ガイデンだったというオチでした。それを知って私はいろいろびっくりしました。そうだったのとです。いろいろ繋がりました。今やダークソウル系のハクスラで大人気、チーム忍者の原点であり、名前の由来でもあったわけです。仁王の前の忍者ガイデンは遊んだことがないなぁと思っていましたが、一番初めの忍者流剣伝はプレイ済みでした。その後海外での忍者人気もあり、Xbox で 3D 化され、アクションゲームとしていくつかシリーズが登場しています。加えて揺れる格ゲー、デッドアライブにもゲスト的に主人公の竜はやぶさが登場しています。これも大学の時に友人と一緒に遊んでいましたが、忍者流剣伝のキャラとは知らずに使っていたような気がします。次によくファミコンあたりの作品は難しいバランスのタイトルが多いということでも有名で、そのやり玉に上がる1作品が忍者流剣伝だったりもします。魔界村やスペランカーをはじめ、なんだかんだで大半が難しく、海外では任天堂ハードという言葉があったくらいです。理由としては開発者が作っていくさなか、やり込むため腕が上達し、それを基準に調整が行われているからという意見を何かのメディアで見たことがあります。任天堂の元社長の方の発言です。他にも当時のコンテンツ量的に難しくしないとすぐゲームが終わってしまうという側面もありました。確かにそうなんだろうなとも思っていましたが、ところがチーム忍者の作品ともなると少々話は変わってきます。あえてそうしていた説が出てきます。ご存知ソウルライクは超難しいジャンルでもあり、リオー FF オリジン、ウォーロンと激ムズゲームが続いています。遡ると 3D になった Xbox 版忍者ガイデンも超難しかったことで評判でした。ウィキによると元開発リーダーの方は、難しいならできるようになるまで頑張れ、上達することも面白さであるという旨の発言もされています。ソウルライクが生まれる前から高難度を主体とするゲームを作り続け、結果現代はソウルライクが受け入れられたことでチーム忍者に時代が追いついたとも言えるのでしょう。そんな忍者流剣伝最新作、忍者ガイデンレイジバウンドがこの度発売されましたが、簡単すぎるというレビューが見られます。まず制作を行った会社はチーム忍者ではありません。ブラスフェマスという人気メトロイドバニアを作った会社が担当しています。よって元の忍者流剣伝からは方針を変えた可能性が考えられ、遊んでみてなるほどと思いました。これは令和風のバランス調整がなされています。何かというと、クリアは誰でもしやすい作りになっています。ただし、ノーミスとかを狙うと難しい難易度というものです。一般的にゲームはプレイヤーの工夫次第で多彩な遊び方が可能です。縛りプレイやリアルタイムアタックあたりが有名です。動画に撮影し、他の人にシェアして楽しむという形もあります。という時代背景から今作、忍者ガイデンレイジバウンドはモディファイアシステムを採用しました。はじめのノーマルモードは体力が多めであり、敵からダメージを食らおうと遊び続けることができるし、ボスに倒されてもすぐ復帰してやり直せます。誰でも楽しめる遊びやすさ重視にしていることがわかります。その後メリット、デメリットを加える装備品が出てきます。デメリットを増やすと報酬が良くなるというシステムです。例えば受けるダメージが増加する代わりにクリア時のランクが上がるようにできます。他にもミッションがあり、一度も落下しないとか、敵からノーダメージでクリアすることでよりスコアが上がります。といった具合にゲーム側で調整できるシステムをたくさん用意したことで、プレイヤー側が自ら難易度を決められる作りになっています。慣れてくるほどやりごたえある設定に挑戦できます。その上クリア後はハードモードが追加され、こちらは本格的に難しいそうです。モディファイア装備と合わせ、昔ながらの激ムズ忍者流剣伝が楽しめるようにもなっています。これがただ難しかっただけの昔の作品とは異なるアプローチを行った現代基準のバランス調整です。ゲームの内容は至ってシンプルな 2D プラットフォーマーであり、我々が昔遊んでいた多くのゲームそのままの感触を得られます。
どの順番で倒すかに重きが置かれており、操作する指が乗ってくるとリズムゲーム風にもなります。こういうのが良いわけで、なおかつ遊びやすさも考慮された作品のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。リリース日は2025年7月31日で 93% に非常に好評、850件ほどとなっており、定価は3300円のほか、PC と家庭用版各種にも対応しています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。デフォルトでは英語になってますね。日本語でいきましょうか。でも英語の方がピクセルフォントなんだな。まあいいや。語話表現とか苦手な方はオフにできます。あと昔風のディスプレイ表示にできるようだね。まあ今回オフでいきましょうか。アシストモード、これを設定することで難易度を緩和できる。難しいと感じる場合はオンにしてくださいと。まあこれはオフでいきましょうか。デフォルトでも簡単という話ですからね。オープニングムービー付きだ。竜、私は聖女をかけた。決闘に向かっている。はやぶさ一族、竜剣を手に、アメリカで博士を訪ねろと。強く生きるのだ、竜。プロローグ、引き継がれし意志。はやぶさ一門が狩猟を失った邪悪から皆を守るには命を懸けると。お、動かせるっぽいな。おら、四角で攻撃。敵はこいつは。早速出てきたけど。お、後ろからも忍者が。バツでジャンプ。コンボもあるようだね。上に鳥がいるけど。あれ切れないんだ。ぶら下がる上か。よっ、おう。なるほど。十字キーで遊んだ方がいいのかな、昔のファミコンみたいにね。下にはドクロ。これはプラットフォームですね。右上なんか溜まったけど。何かな、この辺降りられそうだけど。そういうゲームではないか。メトロイドバニアじゃないからね。鳥だ。今のところ一発で倒せるっぽいね。危ない危ない。敵に触れないようにしましょう。やっぱ触れると、ダメージ受けますね。ライフは左上かな。敵もぶら下がるの面白いね。ジャンプで壁に張り付いて登れる。おう。忍者。かなり万能じゃないか。これはチェックポイントかな。お、こいつは、ああ筋切りか。あ、これ危ないね。竹槍だ。ここアメリカだよね。アメリカにこんなものがあるんだ。ああ、こいつ構えてる時に防御判定がありますね。チェックポイントを取るとライフが回復するようですね。今のところどっちみたいなないの。これどうすんだこれ。危ない危ない。うわー、これを食らってしまうぞ。ああ、危ない。ああ、なるほど。刀で弾き返せるね。体力、体、切ったことで入手した。でもなんだかわかりませんね。落ちる。うわー。ケンジ、集中だ。左がケンジか。空中で L1 か、バツで、ギロチンブースト。より高く跳躍。L1 これか。あ、なんか引っかかって飛べるみたいな話かな。あ、それっぽいね。そういうことか。ああ、なるほどね。パーリー的な。はい。よし、理解した。R1 でどっちだね。R1 プラス四角で突進。あ、これは突進攻撃。そういうことか。ハイパーチャージって、チャージを得た。おー、ハイパーチャージ。威力が上がるのかな。オーラをまとった敵を倒せば、ハイパーチャージ状態。はい。長押しでハイパーチャージなんだ。おお、あ、なりましたね。体力が減るんだ。これを壊してから、こっちね。これ成功。次はボス戦か。竜との勝負ですね。あら。これなんかクリア後に竜が使えるとかありそうだけど。ああ、やられたー。ああ、奈落落としみたいに食らった。竜がこれで忍者竜剣で旅立つ形なんですかね。で、主人公はこの日本でね、魔物退治するのかな。よし行くぞー。あ、魔物だ。なんかキモいのがいる。何、雲みたいな。なんだこいつ。おお、妖怪かな。パープ。ハイパーチャージで敵を撃破する。5分の5。実績を達成した。ボス戦か。よっしゃ、だ。さあ、まずは動きでも覚えるか。おお、はい。ドシンと来て
下から吹き上がる何か。ハイパーギリーチャンスだ。うわー、やったー。おー、ごめん。さあ、ステージ1クリアだが、こんな目標があったんだね。全然知らなかったよ。ギロチンブーストで敵を撃破？あ、そんなことする必要あったんだ。で、骸骨1個取ってないし。再び繰り返してもいいんだね。まあ、とりあえず先を進みましょうか。ランク B か。全然だな。マップが次は1の3でいいのかな。黄金のスカラベ。武器やスキルを強化してもらえる。血の狂乱。3回以上の連続キル中に敵を撃破するために体力回復。最後の構え。体力が低いほどダメージが増す。どれくらい低ければいいんだろうね。あえて体力を減らしてね。これを有効にすることでより早く進めることができそうですが。装備はなんか変えんの？何もありませんね。現状は装備。じゃあこれいいか。血の狂乱。で、装備すると。お、壊せる。ちゃんとこういう要素あるんだ。隠し部屋を見つける。敵弾を弾く成功。なんか発見した。巻物？これもお店とかで使えるのかな。お、パートナーか。ジグモの忍者。第2章。雲の道。近代的なビルですね。曇りか。髪型が。昔な感じだよ。上に打てる。ダッシュ切りで、両方向に打ちますね。これトランポリン。シークレットステージ。なんだそれ。R1、シークレットミッション。シークレットミッションには難易度があるっぽいな。まずは、お宝を買いましょう。結構いろんなものが出てきたね。ヘルスオーブがなくなるが、ステージクリア時のランクが1段階上昇。ランクを上げるためには、これ、絶対に設定が必要なんじゃないの？ノーミスとかでね、行かないといけないのかな。受けるダメージが3倍。休息なし。敵に倒されてしまうと、初めに戻される。自ら難易度を上げられる仕組みだ。で、シークレットミッション、やってみようか。一つのミッションがそこそこ時間があってね、やりごたえありますね。お、クリアできた。なるほど。まあ、気軽に遊べる。サブミッション的な新しいアイテムが登場する。全部達成できてるように見えるけど、S には行きませんでしたね。何が足りなかったんだ。最大コンボか。25達成。時間も3分以内。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。